んにちは、小島大輔と申します。埼玉県の川越でレレレのレコードというお店をやってます。開店は2016年4月。レコードを置きながらカフェとバーの機能もつけて誰でも入ってくれるようなお店にしています。どうしてもね、レコードを置きたかったので、なんとかレコードっていうのをつけたかったんですけども、もちろんそのレレレのおじさんのレレレっていうのもありますし、RE って戻るっていう意味もリサイクルとかそういう意味も含めて作ったんですけども、ロゴマークをちょっと僕の父にお願いしたところカタカナになってしまって RE の意味がどうでもよくなっちゃったので、ただ音でレレレのレコードっていうことになってますね。高校卒業してサラリーマンをやっていて、計10年ぐらい会社員をやって、東日本大震災が来て、このまんま会社員を続けるのはどうかなっていう自分で考えまして、なるべく小さい規模で自給自足みたいな生活をしたいなと思いまして、お店をやることを決めたんですね。本来は畑とかできたらよかったんですけど、僕生まれた時から体が悪いので力仕事できないから、自分の得意な音楽を活かせてお客さんに喜んでもらえるようなことって考えた時に、今の状態を思いついて始めました。ここから2駅の的場駅っていうところが実家で、今いろいろ観光で賑わったりしてるんですけど、たまたま川越に帰ってきたみたいな状態ですね。人がやってないことをしたかったので、この街っていい店がたくさんあって美味しいものもいっぱいあって、でも人が意味もなく集える場所というか、そういうのがあんまないなと思って。川越の人は割と昔から音楽好きな人が多くて、ジャズ好きな人がいたりとか、ロックンロール好きな人がいたりとかして、小さい規模ではミュージックバーみたいな役割をしているところはちょこちょこありましたね。リードさんは本当に僕多分10代ぐらいから知っててお世話になったりとかしてて、星レコさんも来て相乗効果ももちろん生まれてるし、プレッシャーもありますよね。酒とかコーヒーとか売ってる場合じゃないんじゃないかってちょっと思ってて、緊張感があって、中古の部分は地域の住民から買い取ってるっていうのが今現状で、レコードってやっぱり処分するのに怖いっていうか大事なものだからずっと置いてあるみたいな人がいるので、地域情報誌みたいなところにちっちゃい広告入れたりとかしてると持ってきてくれる人がいるので、名前の由来で言ったようにリサイクルみたいな意味も込めて中古は置いてます。で、新譜に関しては僕が好きなもの、あとはライブをやってくれたミュージシャンの人がリリースした時に連絡くれたりとか、この街にあるから昭和っぽい感じとか古臭い感じじゃなくて新しいものが混ざってて、全体的にストレンジな雰囲気が出るようなのを意識してます。今サブスクがあるので、なるべくサブスクに引っかかんないものっていうのはちょっと意識してますね。ユザーさんがあさってその時におすすめのレコード店はっては、ユザーさんは最初に近所のカセロっていう中華料理のバーみたいのがあって、そこで朝ちゃん巡礼のライブを見に行ったんですね。2000年の頭だと思うんですけど、その時に音楽がすごくて、もちろん朝ちゃんもすごいしユザーさんもすごいし、あんまり本人に言ってないんですけどファンになったというか、タブラでポップスに混ざっていくとか、そんなのなかなかいないじゃないですか。今でも尊敬してます。あんまり言わないですけど地元の先輩みたいなポジションで仲良くさせてもらってる時とかもあるし、困った時に LINE で相談したりとかたまにしてますね。大体酔っ払ってるですけどね。新聞出た時もそちらレレのレコードさんが主導になってキャンペーンみたいな。レコード会社に許可を得て、川越のちょっとユザーさんに関係するお店を何店舗かで居酒屋っぽいところに置いたりとか、インド雑貨屋さんに置いたりとか、僕らとメルリ堂さんはサイン入りのポスターがついてて、他のところはサインなしだったけどポスターつけてくれて、ユザーさんはその地元のローカルアイドルみたいなところまで僕仕上げたいなっていう。で、髪型で楽器の人がアイドルっぽい扱いってすごい面白いなと思って、あんまり言うと怒られるかもしれないですけどね。人がいっぱい集まれるようにカフェとかバーもやってるので、両方ついでにやってる感っていうのは僕はあんまり好きじゃなくて、片手間にならないように全部に頑張るようにしてますね。スタッフの人たちもいるので、みんなで力を合わせてクオリティを上げるっていうのはちょっと意識してますね。どうしても僕路面店がやりたかったんで、ナード感のあるものを見せびらかしながら商売したかったので、この場所に決まった段階ではもう完全に両方やろうかなっていうのを思ってましたね。でもちょっとカレーとコーヒーとレコードっていうのが増えてきちゃって相性がいいので、それはちょっと僕も嫌になってきてるっていうか、そのうち変わっちゃうかもしれないですね。これがあるおかげで年齢層がめちゃめちゃ広いっていうか、うちの子供小学生とかも来るし、上は70代から来て、でやっぱり音楽が好きだったりとか映画が好きだったりとか本が好きだったりとか、みんな文化的なものが好きな人が集まって
年齢関係なしに議論したりとか、酒飲んで政治の話したりとか、そういうのがめちゃくちゃいいなって僕も思ってて、そういうのってしちゃいけないって言うんですけど、喧嘩なんないので別に野球も政治と宗教ダメ、全部しますねここは。それはこの店を作る要素の中で結構大きいのかなと。そうするとセレクトにもまたかぶってきて、音楽とのつながりが出てくる感じがします。月に 2,3 回ライブがあったりとか、 DJ のイベントも不定期ですけど1個レギュラーがあって、僕が好きな感じのイージーリスニングとか結構ストレンジなものをかける人たちが集まってきてくれて、僕がライブの合間に DJ したりとかする時もあるし、イベントのオーガナイズしてる松野さんっていう方に今回やってって言われたらやるようにしてるし、店主が DJ してるからって盛り上がんなきゃいけないみたいなのがあんま好きじゃなくて、あんまり出過ぎんのもなって思ってますね。今カレーが4種類かなあって、僕のカレーは割と自分で趣味で作ってたっていうのもあるんですけど、店やるにあたり YouTube 見たりとか独学で勉強してスパイスの量とかメモ取って、そこからこう足したり引いたりしてってできてる。飲食店だからといって味のばらつきが出てもいいかなって思ってて、最近もバターチキンカレーの形状が全く変わっちゃって、やっぱりインドへの憧れがあるんだと思いますね。なんかビートルズが好きだったっていうのもあるし、細野さんも好きだし、コチームーンも好きだし、音楽が好きになっていくとインドっぽい方になんとなく吸い寄せられていって、まあミュージシャンの人とか DJ の人もみんな料理上手ですよね。マニアックというか、お店をやるにはちょっと商売としてちゃんとしなきゃいけないので、どうしても飲食の方が比率が高かったりとかするんですけど、なんとかどんどんレコードを盛り上げて5分5分ぐらいには持っていきたいですね。本当は多分レコードつけない方がいいんでしょうね。分かりやすいと儲かる。その分かりやすいのも好きじゃないから、分かりにくくて別にいいじゃんと。僕一人でやってたらこんなにはいらないんだけど、スタッフの給料を払うために頑張るとか、家賃もちょっと高いところもあるし、たまたまこうなっちゃった。母がレコードコレクターなので、めちゃめちゃレコードの中で座って、レコードは怖いものって触っちゃいけないってずっと言われてて、でも朝起きると前の日に聴いたであろうレコードが並んでるんですよ。そうするとジャケ見て覚えたりとか、カセットでかかったものの、例えばスモーキー・ロビンソンかかってるとか、そういうなんか当てるクイズみたいなのとか始めてて、スモーキーだねって言うと喜ぶんで、うちの母が。自分で買い始めたのは2000年代の真ん中ぐらいまでタカポっていうレコード屋さんがあって、そこにこうみんな買いに行ったりとかしたんですけど、地元に1個あったっていうのはやっぱ結構励みになったし、今じゃ高いものを安く買ったりとか面白いレコードを買うきっかけになりました。町のレコード屋さんの息子さんがアメリカ買い付けに行き始めて、それを嗅ぎつけた DJ とかコレクターの人が集まってきたみたいな感じで、で町のレコード屋さんのその役割もちゃんと果たしていて、アイドルのポスターおまけでつけたりとか、そういうことをしながら息子さんがレコードを売ってた感じですね。その時ちょうど高校生だったんですけど、買い付け行くたびに電話もらったりとかして、授業中にトイレ行くふりして電話出て、今帰ってきたよって、で速攻お小遣い握りしめて行ったりとかしてましたね。ディスクユニオンとかマンハッタンとかシスコとかめちゃくちゃ行ってましたけど、下北沢にあるノアルイズレコード、今ファンか本当にめちゃめちゃ好きで、あそこへの憧れっていうのもありますよね。ノアルイの安倍さんに会ったおかげでどんどん趣味が古くなっていっちゃう。今家では SP 版とかも集めて、妻に怒られてるんですけど、本当に好きですね。かっこいいですよね。細野さんのトロピカルダンディって今再発もそこにあるんですけど、みんな知ってると思うしもちろんいいんですけど、この中の島についてって文章があるので、それを読んで今みたいになっちゃったっていうのはありますね。これぜひ読んでください。ビートルズきっかけにいろんなものを聴くじゃないですか、民族音楽とかで。細野さんはもうそれをもう混ざって最初から火で YMO になって電子音も混ざってるし、これいけるんだっていうのをちょっとこう後押ししてくれた感じはあります。であとこれ0歳の音楽で、これは僕が結婚した時にハタエスタ村野くんっていう子が結婚祝いにくれたんですね。で何がいいかって、これくれた子は、村野則文っていうんですけど、これを勝手にサイン入れて、レコードって今は大事なものとかおしゃれなものとかちょっと敷居が上がってるんだけど、もう全然これでいいなと思ってて、あまり大事にしない感じっていうのが好きで、 DJ19 歳ぐらいか20年ちょいやってるんですけど、最近はだいたいクラブとかじゃなくてこのお寺でやったりとか、農家やってる友達がいて、米の収穫祭に田んぼで DJ したりとか、今度も日曜日にキャンプ場で機材持ってったりとか、音が鳴らないところで音を鳴らすことが多くて、その空間に鳴ってない音を鳴らしたくなっちゃうんですよね。田んぼだったらめちゃめちゃ冷たい打ち込みとかかけたくなっちゃうんです。これマッシブアタックとかかけて
病気とかにつないだりとかしてすっごい気持ちよかったんですけど、それ結構僕大事なんですよ。お寺でもバリバリ打ち込みかけたりするんですよね。でなんかこれってこの辺が昭和の街っていうくりなんですね、任意団体で。そうすると昭和をかけなきゃいけないんですよ。で昭和ってかけるとウィンクとかかけるようになるんですよ。なんかシティポップとかで、シティポップも別に僕聞くんですけど、僕がかけてもしょうがないじゃないですか。ってことで昭和も戦前のものとかかけちゃうんですね。昭和初期のものとかかけるとドン引きされますね。誰も盛り上がらないし、今その年配の人も若くなってきてるっていうか、青春が70年代80年代なわけじゃないですか。そうするともう僕にとって物足りないわけですよ。新しすぎる年寄りがいっぱいいて、今度 SP 版だけでやったりとかもしようかなと思うんですけど、でも絶対受けないんですよね。みんな達郎を欲してくる。平日とかはやっぱり自分と同い年ぐらいの人って来ないんですよ。一番働いてるから。そうすると昼間が70代の人がいて、その後に5時6時から50代前半ぐらいの人が来たりとか、音楽だらけだから、ここに音楽好きじゃない人はやっぱ入ってきづらい。音楽の結界を張ってます。お客さんに対しては嘘つかないようにしてます。であとお客さんが迷惑だなと思った時は嫌だっていうようにしたりとか、帰りたいなって帰りたいっていう時もあるし、なるべくお客さんとフェアな状態っていうのを作って、僕も威張らないしお客さんも威張らないみたいな。今70ちょっとのロックが好きでセッペリンが好きだったりとかする人が毎回ライブ来てくれるんですけど、インプロのライブの時とかに怒ったりとか気悪かったりするんですよ。でもその人が最近インストのライブでも乗れるようになってきて、スタッフのフミヤっていう子がシンセサイザーでインストやったんですけど、70代の人がもう感動してしまって、あんまり態度に出さないようにしてるんですけど、成長したなって思ってますね。なんかスタッフはみんな音楽やってる子もいるし、自分で物を作ってたりする子がいたりとか、スケボーやってる子がいたりとか、クリエイティブなことが好きな人が多いですね。森文っていう子はノラ・ジョーンズの親父誰か知ってるって話をしてて、面白いから働かないってスカウトしたこともありますね。今こう何ていうんですかね、物事に詳しくなかったりとか深くものを考えなくても成り立つ成立しちゃう世の中だから、なるべく好きなことを掘ってたりとか難しく考えたりとか、頭の中ぐちゃぐちゃしてるやつの方が僕は一緒にいて楽しいし、お客さんに対してもいいのかなと思ってますね。自由で勝手なことばっかするんですけど、それをまとめるっていう楽しみも結構ありますね。これからデレノレコードさんのショップツアーお願いします。よろしくお願いします。ここの左側のこのスペースがいろいろ並んでますが、まずレコード、この辺が中古になるんですね。ご自身のものを放出したりとかって。たまにしてます。さりげなく言わないけど。この中で今個人的にこれ。この中ですか。ね。沖縄とか。なんかこういうの好きすぎていっぱいあるんですけど、なかなか売れない。右側が7インチ。7インチ。反抗してるのとかいいですよね。ああ、いいですね。しかし。藤代さんですね。はい、ファミコンのカセットの裏とか書くじゃないですか。あれなんですよ、きっとね。これカトラトラなんてバンドなんですけど、この人も川越住んでますね。よく来てくれるんですけど。どういうサウンドなんでしょう。ニューウェーブにカテゴライズされるんですけど、変ですよ。スティーブ・ライヒとオジー・オズボーンしか好きじゃないみたいなこと言ってる人来てくれると会えると思います。ここに。はい。トートバッグ、レコード入ります。あと手ぬぐい。これは近所の着物屋さんに頼んで本染めで作りました。これは勝手にスタッフの子がプリントしました。でこの T シャツが目の前の蓮華寺ってお寺のびんずる様っていうその仏像がいるんですけど、それ勝手に写真撮ってプリントして、でもお寺の人もちゃんとあげたんで後から購入。これはスタッフの子が手縫いで刺繍入れてくれて、そうですね、これが本当は RE が良かった。ガチャガチャこれなんか中に入ってるか見えないようにしてるんですけど、僕の顔のバッジとか入ってるんですよね。子供が騙されてやっておじさんのバッジが出てきたりとかしてます。好きなものばっかになっちゃって、これ誰かスタッフの子やったんでしょうね、今日のために。多分朝ライマンちょっと高いですよね。ちゃんと湯沢さんもこれわざとらしい2組。はい。初回版がバーって売れちゃったんで通常版入れて、アナログも出してほしいですね。出してほしいですよね、これね。針か130下ろしてもらってます。根本いいですよね。1個ずつなってて、僕もこれ使ってます。こっち側カフェスペースもちょっとじゃあ行きますか。伺いたいんですが。
これいいですか？すごいこれね大事なんですよ。川越じゃないんですけど、志木市の就労支援の事業所が作ってる、障害持ってる人がの事業所が作ってるカレーなんですけど、ここに来る辻野さんって辻野商店っていうところの社長と一緒に作っていて、僕はなんとなくつなげただけで、実はこの会社にうちの妻がいて、こういうところって作業をもらって工賃をもらうんですけど、やっぱその自社製品というか、自分のところでやった方がいいんじゃないかっていうことで、このゆるキャラを使って、なぜかカレーで味もめちゃくちゃ美味しいです。タグチキンなんですけどね、レトルト特有の濃さがなくてちょっとサラッとしてて美味しいです。よかったらネットでも買えます。どうしても川越って観光地になってきているので、観光との折り合いをなんとか自分でどうにかつけなきゃなっていうのを今考えていて、観光の人にお土産で買ってきてもらえるようなレコードっていうのを作ってみてもいいのかなっていうのを最近思ってます。メルリドさんに相談しようと思うんですけど、何がいいかなと。古い民謡みたいなものとそのリミックスだったりとかで、両 A 面とかでもいいし、あとは川越ってお囃子お祭りがあって10月にお囃子も録音したいなっていうのもあって、でもそのお囃子やってるような人たちを僕が動かせるとは思えないんですけど、録音物にしてみたいなっていうのもあるので、そういうのもちょっといいのかもしれないですね。盆踊りとかもめちゃくちゃみんな面白いじゃないですか。ボンジョビかけたりとかするし、ちょっと川越も次のレベルでそういう風に伝統プラスなんかみたいになっていくと面白いのかなって思いますよね。レコードを触ってそれが仕事になってるってこと自体めちゃくちゃ楽しくて、レコードを持ってない人、若い子が来て、これからレコードプレイヤー買おうかと思うんですよって言うんですよね。そしたらレコード買っちゃった方がいいですよっていうのを言うと買って帰るんですよね。その後に SNS でレコードプレイヤー買いましたって連絡が来たりとか、次に来た時にレコードが聴けるようになりましたって言われるとちょっと貢献した感じがあって、その流れでメルリドさんと星レコさんを紹介して、なるべくお客さんを流して3店舗ちょっと盛り上がるみたいなのは意識してますね。メルリドさんと星レコさんがあるおかげで、これからはもっと勝手なことができるんじゃないかっていうのを考えていて、本当にセレクトをメインにしてもいいかなってちょっと今考えてるところで、少なくして濃度を濃くするみたいな作戦も考えてますね。とりあえずここをなるべく長く続けていって、あいつまだあそこで店やってんのかっていうところまでやっぱ持ってきたくて、こう老舗というか長いバーとかみんなおじいさんがやってたりとかするじゃないですか。僕がいる間はここは絶やさないようにしたいなと思っていて、あとはもっと贅沢言っちゃうとこの音楽と飲食は分けたいんですけどね、めんどくさいからそれを別の業態にもしたいところではあるんですけど、お金のこととかそういうのがうまくいった時に考えようかなと思って